皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。映ってますかね。はい、今日はあなた様が知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということでリーディングしていきたいと思います。この言葉が言えず何度も取り直しております。そうですね、ここからちょっと小話が始まるので、ちょっとスピリチュアル寄りになるので嫌だなっていう思う方はちょっとスキップしていただきたいなと思うんですけれども、今日のそのリーディング、知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということで、皆さんが生きている中で人間関係だったりお金だったり、仕事だったり嫌だなって感じることって多々あると思うんですよね。その嫌だなって感じる時にすでに宇宙に知らず知らずのうちにこうなったらいいなっていう反対の思いが、例えばお金がないなって思ったら、本当はこういう買い物の仕方したいなとか、本当はこれ欲しいのになとか、そういったオーダーが本当はこれ手に入れたいっていう思いが、望みが宇宙にオーダーされています。私結構、自分自身がすごく生きづらかったということもあって、このリーディングを通して皆さんに生きやすくなってほしいなと、この人生に生まれてよかったなと、自分に生まれてよかったなと、なんで泣きそうそう思ってリーディングしています。そう、これも多分私自身がすごく辛かったからという思いもあってリーディングしているんですね。で、今日言いたいのは、そう私自身エイブラハムの教えがすごい好きで、結構たどり着くのに一度本を手にして読んでからちょっと自分に入ってこなくて一旦売りに出してまた新たに購入したりとかね、いろんないきさつがあるというか流れがあるんですけども、マヤ暦とかね、そういった統計学的な世界、いろんな三名学、四柱数名、いろんな占いというかね、そういった手法、星座もですかね、あると思うんですけれども、そういった統計学とかは自分の取扱説明書というかね、パッと見て分かりやすいというか、自分の特性とか性格とかどんな強みがあるのかとか分かるのにすごく、客観的に捉えて分かりやすいので入りやすいと思うんですけども、ですのでマヤ暦も好きで学んでいたんですけども、生活している中では引き寄せの法則っていうかね、そういったエイブラハムとかが好きで、心地よく過ごすというところに重点を置いているんですね。でそれを伝えていきたいと、マヤ暦とかを伝えていきたいと思って、そういう統計学的なところを私は伝えていきたかったわけではないということに自分で気づいて、そういったエイブラハムの教えというか、思いを自分のリーディングに織り込んでいきたいなと思ったのがきっかけでリーディングしてるんですね。で、今回もその知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということで、もうね、エイブラハム流に言うとボルテックスっていうんですけども、その宅配ボックスのような、私たちの認識できる範囲で言えば、もう望みっていうのは叶って待っていて、本当に自分の周波数チャンネルを合わせるだけで叶っていくという世界をエイブラハムは教えてくれていて、そうですね、私自身も知らず知らずのうちに引き寄せって皆さんもしてるし、私もしてるんですけども、その自分が抵抗して生きてるっていうところに着目していただきたいなと思っていて、私たち
生まれてきて自分の価値本当はマックスな状態でもうとても何もしなくても赤ちゃんの時からすごく価値があるのに、外側の世界を見て教育されて、競争したり、自分の価値を誰かと比較することで何かを手に入れたと思ったり、優位に立ったと思ったり、そんなこうプラス加点方式で生きてるというかね、そういう世界にいるような感じになってると思うんですよね。そこをこう実は望めば、みんな叶う世界に住んでいるというところ、恋愛であってもお金であっても人間関係仕事であってもそうであるっていうところを思い出していくような、そんなリーディングをしていきたいと思っています。でそうですね、なんか感極まるってことは、本当に辛い人生の裏側にもう幸せが待っている。そして私自身も今とても幸せでこうリーディングさせていただいているっていうことが嬉しいというところでもあるんですよね。そうなんですすごく細胞がすごく喜んでいるこの感覚っていうのが自分でなかなかこう生きづらさゆえに感じられなかったんですよね。何かを、多分他の方から見ると私自身、結構恵まれてるって言えば変なんですけども、そんなに何ですかね、楽しそうに生きてる人間だったんですよね、ずっと。だけれども内側に抱えてる生きづらさっていうのが解消できてないのでパッとしない人生だったんですよね。なんかただ今はなんか何もなくてもパッとしてる人生なんです。でそこを本当に伝えていきたくてこのリーディングしていってます。どうしたんだろうそう今のこの状況を自分自身がすごく喜んでいるので、皆さんにもそうこの何ですかね、何か持ってるからすごいっていうんじゃなくて、もともとすごい価値のある人間であって、何を望んでも制限なく何を望んでもいいし、幸せになってもいい、今までの重荷を手放してもいいというところを伝えていければなと思っています。何度も撮り直していてこれでいいのかな今日はこちらの、ザ・シークレット・ランゲージ・オブ・ライト・オラクルを選択肢にしたいと思います。最近こちら出てきたいというので、今日も広げて3枚選んでいきます。まずは皆さんのエネルギーを読んでいきたいので並べていきます。だったらはい、こんな感じで、ではエネルギー送っていただけますでしょうか。はい、いきますね。ちょっと広げようかも。ちょっとはい、いきます。ジョーカーだそうです。はい、それでは今日も、カードと意識と空間を浄化していきたいと思います。浄化。はい、それでは読んでいきます。これはい、ホワイトラビットさん、はい、グレーラビットさん、
はい、ブラウンラビットさんでございます。こちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。ダン。ラビットさんから選んでいただいてもいいですし、カードから選んでいただいてもいいです。直感で1枚選んでいただければと思いますが、選べないよという方は2個見てもいいですし、全部見ていただいて必要なメッセージを受け取っていただいてもよろしいかなと思います。皆さんに当てはまるわけではないかもしれないんですけれども、自分が心地よいという思うメッセージをお受け取りいただければなと思います。違うなと思ったところは本当スルーしてポイッとどこかに聞かなかったことにでもしていただけたらなと思います。それではオープンしていきます。ホワイトラビットさんオープン。こちらでございます。ね、私もクレイラビットさんはい、こちらでございます。ね、カードを見せるのも忘れたりとか、いろいろ区画がおかしかったりしている中、ご覧いただいて本当にありがとうございます。ブラウンラビットさんオープン。今日は縦ばっかりに。はい、こちらでございます。はい、では今日はこちらの3枚の選択肢でやっていきたいと思います。準備します。はい、それではホワイトラビットさんのリーディングから行っていきたいと思います。あなた様が知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということで、まずは現在のご様子から見ていきますね。今日はこちらのムーンオラクルカードから2枚もらっていきます。はい、もう1枚。では読んでいきますね。そう、今現在、何か今の現状にあまり満足されていなくて、何か生み出したい、何かしていきたい、そんな方が多くいらっしゃいますね。妊娠を望んでいらっしゃる方ももちろんいらっしゃいます。お子さんがね、とても欲しいという方もいらっしゃると思います。そうですね。けれどなんかなんかそうですね。例えば子供が欲しいとすれば、そこに意識を向けすぎてちょっと苦しくなってるという方もいらっしゃいますね。あとはお仕事、望んでいるお仕事とか、何かやりたいけどできていない自分に苦しくなっている、という焦りみたいなのが入ってきますね。自分が今いる状況に満足できていないことにも自分自身が少し嫌だなというかね、そういう自分もないと感じてしまう自分にも嫌だなと感じたり、焦りを感じたりしているようです。そうですね。で、こちらのカードも逆できたんですけども、どなたかパートナーとの恋愛が思うように進んでいない。例えばあの時こう言ってしまった自分っていうことに対してこう言ったからダメなんだというような、そういったような思いが入ってきますね。ただダッタ様はとても守られていて、
そうすごく守られてるんですよね。守護する存在に、皆さん守られてるんですけれども、今回このカードからはとても強烈なエネルギーを感じます。ですので今変わっていくタイミングにいるんだけれども、まだ動き出せていない自分に焦らないでという、どちらもですね、ですので焦らないでというメッセージが降りてきています。そうですね、なんかこう今ここっていうところを楽しめていないというところに目がいっている。もう先にはね、オープニングで話したように、叶った未来があるのを自分でも分かっている。素敵な、ここから抜け出して素敵な未来があるのを分かってはいるけれども、今ここを悩んでいるというような感じですかね。はい、では、ここから知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来を、見ていきます。どのように見ていこうかしら、教えてください。まずは仕事から見ていきますか。仕事、お金、恋愛、人間関係。はい、では仕事からいきますね。はい、知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来、仕事2枚ください。こちらスフィカード。スフィオラクルが最近メッセージが結構降りてくるので使ってます。こちらスピークアウト。例えばこういった YouTube とかもそうなんですけれども、話したいとか、ラジオでもいいと思いますし、お顔を出さなくてもね、YouTube やってもいいと思いますし、ボイシーだったり、何か話すことを自分がしてみたいと思っていらっしゃる方結構いらっしゃるのかなと思います。話さなくてもなんか表現したいっていう思いがすごく強まっているのかなと思いますね、仕事の中では。ですので今まではこれでいいやとか、ここの位置、仕事役職だったりとかやってることがここら辺でいいかなって自分で思っている自分でいたけれども、それだとなんか人生もうちょっとこう楽しく一歩進んでいきたいなという思いがある。それが叶っていきますよっていうオーダーがすいません、オーダーが、ですので実は何か伝えたいという思いをオーダー放ってますね。かなりこういうことをしたいっていう中に話すということが入っています。そしていろんな方と実はつながりたいというオーダーも入ってますね。そう例えばそうですね、こうあまりこう個人競技の方が好きとかね、例えば運動で言えばだったけれども、みんなで交わってコミュニティみたいな作っていくのも実はしたかったことという方もいらっしゃる。そしてそういう方を傍に見て、あの人いやそんなこと私にはできないとかね、いいなって思ってる反面、実はいやあんなことしてって思ってたりするんですよね。ちょっと言い方もうちょっと分かりやすく教えてください。例えば SNS とかブログで何かの起業家だったり主催者を見て、こうなりたいという心が実はあるのに、あんなことしてみたいな、
例えばこの YouTube も顔出ししてる人に対していやすごいなって思う反面、私にはできないし嫌だなって思ってたりとか、でも実は自分もやってみたくてそう思ってたというオーダーだったりしますということでございます。ですので自分の心とね対話する、その宇宙の私が結構言うその宇宙視点の自分と肉体を持ってる私がこう交わってお話しするっていうかね、自分との対話が、してみるとその流れがインスピレーションで降りてきますよというふうに伝えてきてくれています。ですのでもしお話とかじゃなくてっていう方であればブログで表現するのもいいでしょうし、その表現というところを欲している横断してますね。すごく一人でいるのも好きだったし一人でもいいと思っていたけれどもつながっていきたいという思いもあります。ここからその仕事が、もう叶って待ってますよというそういうオーダーが届いている。あとはチャンネルを合わせるだけという話を今日恋愛人間関係お金をしていきたいなと思っています。はい、そういう自分の望み、実は感じ取っていなかったけれどもそういうところがあったんだなっていうところですね。で今こちらの選択肢のカード読んでっていうふうに来たんですよね。読んでいきますね。アライメントですかね。こちらのカードもアライメントは確かじゃなくて連携です。ですのでこちらの実はつながっていきたいっていうところとちょっとつながってるってことですよね。こちらは自分のその宇宙視点のあなた様の心とつながってくださいっていうメッセージなんです。肉体を持っている自分、思考で結構動いてたりとかねする自分とはまた宇宙視点の自分っていうのは高い位置で自分を見ているのでつながるということが大事です。そのつながりやすいのが瞑想だったりとか、よく思考を止めてとか私言うんですけれども、それを実践してみるといいんですけれども、その内側の自分とチャンネルを合わせることによって内側の自分、その宇宙視点の自分とチャンネルを合わせることによって心と体と魂が同調していくんですね。そのことであなた様が本当に望んでいる、人生、本当に望んでいる望みとつながることができます。もうすでにね、あなた様の魂はそれを全て知っていまして、何がしたいか、どういった人生を望んでいるのか、そして、宇宙視点のあなた様は常に自分を愛していて無条件の愛で見守っています。あなた様自身無条件の愛で自分を愛していくところにもいらっしゃる。他人からの目とかそういったところではなくね、自分自身を無条件で認めて愛していく、そういったところにいらっしゃる。そういったところを同調させて宇宙視点の自分、宇宙のオーダーを宅配ボックスに宅配ボックスに入っている宇宙のオーダーを自分で受け取ることができる、そういった自分だということを感じてみてくださいというふうなメッセージが来てますね。
そう仕事はですのでつながることを求めている。今まで個人事業主だったとか個人でやられている方であってもインスピレーションが降りてきてどなたかと出会いもっと大きな仲間づくりをした上での発展があると伝えてきてくれています。特に今まだそこまで行ってないよという方であればそういえばこういうふうに求めている自分オーダー出している自分もいたんだよなという感じで受け取っていただければいいなと思いますね。ではでは次、お金の流れにじゃあここから1枚こちらのスフィーちゃんでいこう。お金の流れ結構お金ねご苦労されている方も多いかなと思うんですよね。例えば専業主婦の方であればなんか多くを望んではいけないと思っている方がいらっしゃる。お仕事されていても家族にお金を使っていてなかなか自分まで回ってきてないよという方いらっしゃる。そんな風にメッセージが来ています。ただあなた様は生きている中で、誰のために生きているわけでもなく自分を楽しませるために人生って実はあって、お子さんはねなんか別格に思いますけども自分が幸せで潤ってなければお子さんのこともガミガミ怒っちゃったりとかするんですよね。そういうふうに伝えてきてくれていて、あなた様の心を解放する何が本当は欲しくてっていうところを、感じていいんですよと欲していいんですよと。もうこう親だからできないとか母だからできない父だからできない、そういったところが結構今日そうですね結構このお子さんが生まれて2人目とかね1人目でもうすでに我慢してるのに、お子さんが好きだし欲しいけれども、我慢というものがついてきているというふうに伝えてきてくれてます。そのお金もそうなんですけれども、自分たちは生まれてきた時から価値があるんですね。まずそこに気づいた上で望んでもいいんだと思ってくださいと。そうすることで急に検証に当たったり、臨時収入が入ってきます。流れが良くなりますというふうにね伝えてきてくれています。そして仕事ともちょっと絡むんですけども、あなた様には実はやりたいこと、話すことだったりもするし表現することであなた様のそのパワーがすごく燃えていきます。そのことでお金の流れってすごく出てくるというふうに伝えてきてくれてるんですね。ですのでお金のその望みも制限なく実は望んでもいいというところにまずは気づいていきましょうというところ、すごく小さい話になるかもしれないんですけれども自分のためにコーヒー一杯外で飲むとかランチを A、B ちょっと高い方にしてみるとかそういう少しずつの積み重ね自分の心の選択があなた様のお金の流れを強く良くしていきます。そしてそれを望んでいるオーダー、好きなものをね買っていく。ただ急に例えば、スピリチュアルを学んで使えば入ってくるっていう考えは危険ですよと。その周波数に自分が合っているかどうかっていう受け取る準備ができているかどうかっていうことで、使えば入ってくるのではなくてその周波数だから入ってくるんですということを伝えてきてくれていますね。ですので例えば自分がね全く本当にお金がないのに1万円のファンデーションが欲しいから口紅が欲しいから買うとかね
そこまでこう飛び抜けていかないでくださいねっていう、メッセージが入っています。ただそれは、化粧品だけじゃなくておのず欲しいもの、お家だったりマンションだったり、車だったり、もそうなんですけれども、自分の周波数が鍵でして、ですので急に大きなものを望んで一気に叶う人っていうのはもう周波数がその、高い位置にあるということなんですよね。ですのでじゃあ何をしていったらいいのかって言ったら、やっぱり瞑想とか自分の心、自分の宇宙視点の自分とつながるということが大事になってきますというふうに、結構ねつながってない感じなんですよね。遮断今されているので、流れがね結構こうご苦労されているのかなっていうのが入ってきます。我慢っていう我慢っていう言葉がすごく降りてくるので、我慢、一つずつどこが我慢しているのか少し掘り下げてみてくださいという。例えば100円高いものを食べている自分に罪悪感を感じないでくださいねみたいなニュアンスなんですよね。その100円高いランチを食べるだけでも自分を愛することにもつながるんですよね。自分が食べたいものを選択したということを伝えてきてくれてます。はい。それでお金の流れが良くなるので、その一つ一つの選択ってやっぱり大事で、そのことを今日伝えてきてくれてますね。でオーダーは、もうお家が欲しいとかね、マンションが欲しい、お家が欲しい人、車が欲しい人、乗り換えたい方、我慢せずに買い物したいっていうオーダーはもう届いて待ってるので、自分の周波数を、上げていく、どれだけ一日の時間の中で疲れていても瞑想するとかね、朝晩15分が望ましいと言われております。私も15分やっておりました。今でも時折15分ぐらいやります。5分の時もあれば、ただ時計の秒針を眺めて聞いているだけの時もあります。ただそのぼーっとする時間っていうのは無駄ではなくて、頑張って生きてきた方にとっては、私もそうだったんですけども、その時間が何になるんだと思うかもしれません。ただ、そのゆっくり過ごす、リラックスする、ぼーっとするっていうのが本当に本来の自分に帰ることであるんですよね。朝散歩するとかね、できる方であれば本当に小鳥の声を聞くのが好きな方は森に行くのもよし、ペットを撫でるもよし、その方によって皆さん個人個人自分が癒される空間って違うと思うんですけども、ただ好きな方の音楽聴いて失恋の曲に耳を傾けると、これ恋愛になっちゃうんですけど、そういう失恋の思い出に浸ってしまったりするので、案外自分の癒しの中で好きな方推しの曲であっても、日本語の悲しい曲は聴かないでくださいねっていう、お金に関してもそうですというメッセージが来て、それはそれを否定してるわけでもなくて、本当にそれでもいいという方であれば聞いていただいて、ということです。そうです。では恋愛いきます。次恋愛、仕事関係にするか。次ね、仕事の人間関係からいくか。仕事、今日こちらちょっとスフィーオラクルカードがちょっとキレがいいので、キレなので、スフィーちゃんで行かせていただきますね。人間関係、仕事から来る。仕事から来る。職場で恋愛してるのかな。さっきからこの
二手に分かれてる。二つに分かれてるんだよな。人間関係、今回入ってくるのは、時にあなた様がすごく嫌だなと感じる人がいて、その人のことが逆に頭を占める時があると思います。そして結構できてないところを指摘されて苦しんでいるのも伝わってきますね。ですのでオーダーとしてはそういう人間関係嫌だなと、もっと人間関係が円滑な職場に移動したいという方もいらっしゃいますね。あとはちょっと社内恋愛をしてお相手様にねと会いたくないという方もいるように感じますね。結構転職望んでらっしゃるのかなっていう感じも入ってきまして、好きなことで生きていきたいというかね、やりたいことがある方、芸術的な方もいらっしゃるようですし、個人で今の仕事を生かして何かしたいという方いらっしゃるようです。それがもう望みとして届いているので、ここから先、やっていくこと可能ですよと入ってますね。そのあなた様の決断の時期、その人間関係で教えてくれているのは、もちろんその人間関係によってここをやめたいと思う、ことが、その上司だったり周りの方に嫌なこと言われたり、いじめられたりとかすることがあるかと思うんですけど、いじめじゃないかと本当に思ったりもしますよね。私もありました。そういう時って実際その職場から早く辞めさせてくれる、手段だったりしますよというふうに今回の方は来てますね。振り返れば今本当に仕事がなくなったらどうしようとかね、いろいろそういうのあると思うんです。もちろん収入源が断たれるのもそうですし、だけれどもその今の持っている人間関係は実は、あなた様がもっと幸せになるために彼女らが悪役を買って出てるんだということに後々気づいていきますよというふうにもメッセージ来てますね。いやこれも本当深いというか、今現在目に見えていることでいくとあまり気づけない部分かもしれないんですけれども、そのこれも恋愛にも関わってくるんですけども、本当にそこだけ見て悪く取ろうとすれば全部悪く取れることだったりするんですけども、裏側から見るとね、実は宇宙にはだからこういう人間関係がもっとこういう円滑な人間関係がいいっていうのがオーダーもされてますし、そうなって自分が望む世界は自分で作り上げていけますよということを伝えてきてくれてるんですね。ちょっと恋愛も見ようかな。なんか恋愛もあれなんだよね。こことここのカードが結構恋愛を強く押してくるので、お好きな方を手に入れたいところにいるんですね。
まあ、全ての方に当てはまらないかと思うんですけれども、こちらのカードの出方だと人間関係、職場での人間関係とかね、周りの人間関係、自分の好きな方が違う方向を見ている方、手に入ってない方がこちらのカードとこちらのカードから伝わってきています。まあ復縁を望んでいるけども、もうお相手に彼女がいるとかね、彼がパートナーがもう出現してしまったとか、そういう方もいるようです。ですので手に入れたいっていう思いがすごく恋愛では入ってきますね。そうですね、手に入れたいっていう思いは、すいません、今日もはみ出てますね。手に入れたい、何かを差し出してまでその方といる必要がありますかっていう質問が来てますね。そう手に入れたいけど、これは結構深くなるんですけども、いいですかね。深く辛口になるかな。本当にその人でいいですかとかも来るんですよね。そうなんか宇宙へのオーダーはですから本当にもっと素敵な、ちょっと失礼なんですけど、その今現在好きな方とかね、いて見ていらっしゃる方がいらっしゃれば、宇宙へのオーダーはもっと素晴らしいあなたの心を全て満たすような方、養子の方が控えて待っていますよというオーダーです。あなたはもっと大事にされていいんですよと、もっと愛されていいんですよというメッセージが来てるんですよね。ですので今現在どういう恋愛状況にいらっしゃるのかなっていう、皆さん違うと思うので、これ以上深くしない方がいいのかなとも思ったりするんですけど、それは別の動画で見た方がいいのかな。なんかあなた様が宇宙に届いているオーダーっていうのはすごくロマンチックというかね、甘い恋愛が届いているんですよ。どういう思い描いている、あなた様があなたの心を表現できる。ですのでここで出ているのは、自分の心を相手に寄せてまで、自分の好みを相手に寄せてまであなたはその方と一緒にいる必要がありますかというメッセージ。そういう恋愛じゃない恋愛がもう全て叶って待ってますよ。あなたの心を満たしてくれる方は他にいますという、もう待ってますという、今好きな方がいらっしゃらない方であればもう待ってますで取っていただいて良いかなと思います。いや今日もなんか深いな。ということで、あなた様が宇宙にオーダーしている未来は、未来を叶えていくためにね、こちらの選択肢のカードもね、結構自分とのチューニング、自分の内側とのチューニングっていうことを言われてましたね。無条件に自分を愛すことで無条件に愛されていきます。無条件に、そしてお金の流れもね、自分を無条件で愛するということというのは自分を信じるということでもあるので、結構引き寄せの法則とかいろいろ学んでいくと感じてくるのが、結果的に自分をもちろん愛してワクワクさせて心地よくてってなるんですけど、自分をどれだけ信じられるかっていうところになるのかなというふうに私は最近思っていて、着地点が
自分の望んだ未来オーダーしているにもかかわらず、宇宙にね、でもう放たれて叶って待っているのに手に入ってない時っていうのは、自分を信じてないので叶うわけないって信じてないっていうところにもなるし、あと、周波数が合ってないだけなのにここがダメなんだって自分を許してないとかね、そこも自分のことも信じてないからそうなったりとかするっていうことを、今日結構このリーディング結構壮大というかね、深いなって思います。すでにでもね、そのお金の状況も改善されていく、自分の心が燃えるような仕事ができるというふうに伝えてきてくれているし、人間関係もね、もし今すごく嫌な現状がある方であっても、もちろんその早く辞めるためにそうしてくれてるっていうのもあれば、今の職場とか仕事でもっと花開くためであって、なんかここに1枚もらいたいな。もっと秘伝オラクルさんで1枚もらいますね。もっと輝くためであって、もっと癒して自分を、俯瞰してみて、自分に自信を持つために起こっていることでもありますよということなので、やっぱ信じるっていうのもそうですけど、そう自分をね高めていく位置にいるので、今起こっている人間関係も次へのステップ、次へのストーリー、次元上昇と言ったりとかね、パラレルワードの変換とか、こうなんかスピリチュアルで言ったらそうなっちゃうのかもしれないけど、普通に話したらなんか、普通ってなんだ自分のその普通っていう概念をジャッジとかね、そうかそういうことか、そうを取り払うために、このなんかいろんなことが多分起こってるような感じするんですよね、この方。自分のその知らず知らずにしているジャッジを外すために今の人間関係起きてるそうです。そのジャッジもね、なんかそうですよね、しちゃいますよね。ただその自分が生きてきた中でのジャッジなので、自分がそのジャッジしてる時っていうのは本来の自分、宇宙視点の自分とつながってないんですよね。ですので本来の自分になっていきましょうと結構私言っていて、私もバリバリそういう人間でしたし、ただジャッジしない自分になっていくためにもっと軽くこうちょっとスピリチュアルな波動を上げてとかよく言うと思うんですけども、その波動を上げるっていうのも余計な思考をしないっていうところなんですよね。余計な思考が入ってると自分らしくもないし、自分のエネルギーも十分に使えてない状態なので、そこを今回伝えてきてくれています。ですので自分をね癒す方法、たくさんな種類が自分の中であると思うので、この方は結構森とかね、海とか自然がいいようですけれども、そういうのをちょっと試してみてはいかがかなということでございます。すべての望みはねもう叶って待っている、そう信じることから今日から心地よく過ごせるのかなとも思いますね。何か少しでもお役に立てればなと思います。自分の癒しを求めていてはいかがでしょう。ホワイトラビットさんのリーディング以上でございました。なんか伝えたいことあとありますか？1枚ご先祖様からもらってっていうことでもらっていきますね。宇宙なんは宇宙。1枚。もっとできるよ君。
めっちゃその通りの出過ぎて、本当リーディングって面白い。信じる、あなたはあなた自身を信じたらもっとできるよって伝えてきてくれてますよ。いや興奮しちゃう。泣きそう。なんかいいですね。そう、あなた様はね、あなた様を信じてあげることで本当全部の望みが叶うんです。何したいですか？この望みをこう考える時も、ポジティブな時はこう細かく詳細に、ネガティブな時は着地だけ考えて、どうせ叶っちゃうしなっていうとか、そういう言葉で締めくくるだけっていう、叶う叶うみたいな、なんかこうあんまりネガティブな時ってね、こういろいろ考えると逆に思考だけが先行しちゃうので、それはしなくてもいいですよという感じで入ってきてますね。はい、その通り、あなた様はもっとできます。もっと高く飛べます。カードたちはそのように伝えてきてくれているので、自分を癒して信じてみてください。はい、ではでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでいます。安心してこれからの時間をお過ごしいただければと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。さようなら。はい、それではグレーラビットさんのリーディングをしていきたいと思います。今日はあなた様が知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということでリーディングしていきたいと思います。まずは現状から見ていきます。今日はムーンオラクルから2枚もらっていきたいと思います。もう一回お願いします。どちらも逆位置で来てますね。何か手放せないんですね。握りしめています、かなり。そして自分をね愛すことも忘れていらっしゃる方が多いかもしれないですね。どちらも逆で来た。そうなんかね、常に胸に苦しさがあるそうです。とにかく何かから解放されたい。今の時点の自分のそのしがらみみたいなものが自分を苦しめているだそうですね。どっかに飛んでいきたいみたいなのもあるしね。とても暗闇にいる。ここからどうやって生きていけばいいのか。そうね、今現状にはちょっと満足はされてないな。胸が苦しいそうでございます。でこちらね、セルフラブもそうですね、もうなんか口も開きたくないっていうかね、なんか例えばこういうリーディング見たりとか、自分が生きやすくなるためにいろんな情報を得るときに結構セルフラブ、自分を愛するって出てくるんですけども、それがだからどうなの？何すればいいの？これ結構やってるよみたいな言葉が来るんですよね。結構こういろいろやってきた、もうやってるんだけど軽くならないんだよっていう、結構ねそんな感じで入ってきますね今日は。そして自分の心の奥底にあるのは、もっと輝ける自分っていうのはもういるっていうのは分かってらっしゃるんですよね。
あんまり自分を見たくないとも出てきているので、現状に結構苦しさを感じているんだなっていうのが伝わってきました。それではまず、宇宙にしたオーダー、仕事から、今日はスフィーオラクルから2枚見ていきますね。仕事、お金、人間関係、恋愛で見ていってます。仕事、この方は結構大きい望みがあって、まあ何か起業していくにもね、最終的に化粧品会社作りたいとか、なんだろう、そのシステム作る会社作りたいとかですね。結構サロン持ちたいとか、だけれども今真逆のところにいらっしゃるのかな。なんかオーダー自体はですので、そういう自分で自分の人生の枠を広げていくというかね、そのために努力したり忍耐をしないといけないというふうに思っていらっしゃる。そのことによって自分の苦しさが生まれている。そんなふうに入ってきますね。その苦しさは、努力して成果を上げる人ももちろんいますし、実は楽しんで努力と感じずとも成功する人もいます。どちらも叶うんですけれども、例えば日本のね成功事例でいくと、結構楽しんでるだけで叶いましたみたいなのは多分好まれてないんですよね、今まだね。ですので皆さんどれだけ大変だったけれども頑張ったらこうなりましたっていう本を読んだりとかねされてるかと思うんですけれども、実は楽しんでいても、楽に叶ってもいいというオーダーを実は出していますよ、あなた様ってことですね。そういうことか。すっきり。努力したい人はしていいし、それを私否定するつもりもないですし、すごく頑張り屋さんの方は頑張って、ただ実はその引き寄せの法則的とかでいくと、頑張ってる時っていうのは本来のその宇宙視点の自分とつながってないので、エネルギーが全然違くて、叶うスピードも叶った先の大きさも本来の自分が求めている宇宙に出したオーダーやり方でいくといいですよってことを伝えてるのか。そういうやり方がでもいいんだっていうことを自分で認めてくださいっていうことか。まずは苦しまないと何も手に入らないという思考を一旦止めてくださいねっていう、そうだね、楽に何かを叶えていってはいけないと思っていらっしゃいますね。なので楽に、自分を
認められないんですね。リラックスしたりゆとりのある時間を持つことに罪悪感を感じていらっしゃる方が結構いらっしゃって、それが仕事にも出ています。ただその仕事の中で、楽にかなってもいいというふうにプラスしてあげてください、思考を。まだ思考からね、その宇宙視点で行きましょうっていうところまで、多分この方グレラビットさんまだそこまでは宇宙みたいなのをちょっと受け取りにくいと思うんですよね。受け取れその罪悪感がすごくあるので、入ってくるんですね、罪悪感とかね。ゆっくりすることに罪悪感みたいなのとか。あと言いたいこともね、言わない方が幸せになれると思ってるというかね、胸のつっかえみたいなのも感じますし、ただ願望はね結構大きく持っていて、こうなりたいっていう願望っていうのはすごくあるんですね、仕事に対しても。今の例えば普通のサラリーマンであっても、企業のサラリーマンであっても、大企業の社長になりたいとか頭取になりたいとか思ってる方もいらっしゃると思います。本当にそういう公務員であってもね、一番高い位置になりたいとか思ってる方もいらっしゃると思うんです。ただ自分が我慢したり言わないことで自分の宇宙視点の自分からもずれてるし、自分のからめちゃ自分らしくない方向に行ってるのに、それが成功する秘訣というかねと感じてらっしゃるようなので、今はそのオーダーが、自分らしく叶ってもいいんだよっていうオーダーにもなってるんです。そうしなきゃいけない、頑張んないとって思う反面、オーダーはもっと自分らしくリラックスして本当は行きたいって思うオーダーが出ている。なので結構もやっとしたりとかイラッとしたりとかっていうの多いと思うんですよね。意味不明なこと言ってます？私大丈夫です？自分のオーダーは楽に生きてもいいと言っているのに、知らず知らずに宇宙に出てるオーダーは自分らしくリラックスして叶っていいと言っているのに、今現在持ってる思考はそういうリラックスしたりとかすることにもうすでに罪悪感を持ってるってことですね。そうもう一枚もらおうか。ちょっとすいません、意味不明言葉が届いていない方はごめんなさい。私の言葉が自分がそうですね、今現在まだ自分自身の力を出し切れていなく、低空飛行しているという感覚はお持ちですね。エネルギーが出せていないというのも分かっていらっしゃるんですね。ですのでここからは、リラックスした状態で本来の自分の力を出していく仕事の仕方ができるようになりますよということを伝えてきてくれているんですよね。すごい。そう
結構手放しっていうのが来ていて、ここのカードからも、もう十分にやってるので、この例えば滝あると思うんですけども、まだこの滝の流れに逆らってるんですよね。叶う自分はここで待ってれば叶うって分かってるのに、宇宙視点のあなた様はこの下で波にぷかぷか浮かんでリラックスしてると望みっていうのは叶うと分かっているのに、肉体を持っているあなた様はこの滝に登っていこうとしている。で頑張っても頑張っても下に落ちてくる、低空に落ちてくる、低いところに自分がいるようなこう苦しみを持ったりするようです。はい。それが今オーダー的には、あなた様の望み、その望みはゆっくりした方が叶っていくので、ゆっくりしたいと言っています、あなた様自身が。もう一回お願いします。ゆっくりしたい。そうか。ゆっくりしましょう。この際、本当に。そうした方が叶います。そしてパワーも発揮できます。一旦手放してください。動き回らなくても自分には、望んだ未来が入ってくる。叶う。そうしてくださいませ。ゆっくり。そうゆっくりしてください。なんか仕事なんかもっと結構ね、なんか言われたりして下向いてる感じがあるので、そうゆっくりすることであなた様はパワーも取り戻しますし、奮い立つようなインスピレーションが来る。ちょっと結構ね、なんか頑張る癖ついてると休むと価値がないって思うんですよね、最初。それもちょっと伝えてきてくれていて、私もそうだったのでって思うんですけど、わかると。何もしないこととかね。例えば家から出たくない時は出なくてもいいですしね。休みたい時は有給取ってもいいです。周りの人の目とかね、あまりにも気にしすぎないでくださいねと。そうした先に叶う未来が待っていますって来てますね。頑張り屋さんなんですよね、皆さんね。で今日こちらのカードも、そう伝えてきてくれていてね、他の誰かは関係ないですよと。あなたの生き方、あなたの心のままにっていうカード、メッセージ来てます。心のままに、これ大事ですよね。そしてそれができると信じる。実はできる自分であるということです。もう宇宙にはね、叶った未来が待っています。あなた様はトップに立ちます。望んでいる方はね、そういうのいいよっていう方は自分で思い描いた未来、制限なく望んでみてください。ポジティブな時にね、ポジティブな、そのネガティブだと、いや最終的にでもそんなこと考えたって叶わないよねとかで落ちないでくださいね。
ポジティブな時にいや叶っちゃうかもみたいなふうに思えるような時がね来ると思うので、その時はいろいろもっと望んだ自分とかね考えてもっと望みを深く考えてみてもいいですし、もう望み自体はね叶って待っているので、常に毎日毎日自分たちの望みって大きくなって叶って待っているですよね。はい、次ではお金、仕事からつながるお金というかね、こちらの方は貯めるっていうことにめちゃめちゃ意識ありますよね。使わないようにしてます？使わないと溜まってる感じはしますけど、エネルギーもこう停滞している感じが入ってきているので、もちろん使う時の感情ってすごく大事なので、なくなっちゃうって思って使うと本当になくなっちゃうんですけど、好きなもの、例えばね好きなものを食べる時お惣菜買うだけでもね、これを作ってくれたことに感謝して、このお値段で食べれるの本当ありがたいよねとかね、そういう思いで、外食もそうですよね。自分ではこの味出せないな、本当ありがたいよねって思ったりとか、そう製造している、例えば欲しい花瓶が欲しいとしても自分だと作れないじゃないですか。そういうのもこれを作ってくれた方ありがたいよねって思いながらね、本当にね厳しければあるってもうお金があるという感覚になってとか言われても、いやだってないじゃんって思うと思うんですけど、心のその感謝の持っていき方っていうかね、今日はそれを伝えてきてくれてますね。貯めていくのももちろんね大事なことなんですけれども、その所有の概念があなたを苦しめている、というふうに、もっと幸せになる方法をあなたの心は知っているんですよね。時には、そっかそっか。ですので変なところで逆に損したりとかね、損するようなことがあったりとか、使わないでエネルギーを停滞させているとそういう感じのこともあったんじゃないかなっていうふうに入ってきているので、あなた様の心の声に従って、時にはねその欲しいもの買ってみるのも、そうこれね、ですのでお金を貯めないとって思ってこう執着してる、お金に執着してるようなエネルギーを発して、例えば株とか投資に失敗するとか、そういう感じのニュアンスのことを伝えてきてくれてるんですよね。もちろんお金は必要だし、あってありがたいことですし、この世界は物質世界なんですけれども、エネルギーの世界でもありますよというふうに伝えてきてくれていて、あなたが幸せに暮らすというその感覚っていうのは実は、お金を貯めるために生きてるわけではなくて、その使ったりする時の感情を楽しむためでもありますよと。そうすることであなた様の、このお値段でこれを提供してくれるここすごいよねとか、例えばエステとか整体とかもそうですよね。そういうふうなちょっと違う視点でお金のことを見ることによって、あなた様の宇宙への放たれた例えば欲しいもの、欲しいものが手に入ると
結構楽しみたいって伝わってきてるので、例えば好きなもの食べに行きたいとかね、やってみていいと思うんです。そういう一回やったからってやった時のその感情を大事にしてほしいそうです。そのことであなた様の宇宙のへのオーダー、叶っていきますよと、欲しいそのお金の流れとか、例えば週に何回か働いただけでこの金額がもらいたいとかね、オーダー出してるんであれば、そういうことが叶っていく世界にあなた様はいるんですよと。結構これもすごいことね伝えてきてますね。すごい。ではでは次、そこから来るじゃあお金ときたら会社の人間関係とかね、周りの人間関係、その今起きている人間関係を一段高い位置から見てみてくださいと。決してあなたを悪くしようとしているわけではありませんっていう言葉が来ましたね。そして嫌だったら離れてください。そこにいる必要ないですよとも来てますね。職場の人間関係であれば、隣にいたりとかね、嫌な時は離れられないかもしれないんですけれども、やだやだやだは好き好き好きの反対語みたいなところがあって、嫌って思ってるとその方にめちゃめちゃフォーカスして大好きっていうような感じでその人と関わるような波動になってるんですよね、逆に。ですので、嫌いなら離れることがあなた様の本当の嫌いの意思表示、心だけでもね、と伝えてきてくれています。そして一段上から見た時にね、何か言われてすごく嫌な人は本当はどういう気持ちで言ったのかなってね思った時に、実はあなたのことが妬ましかったりとかね、今でいうマウントとかっていう言葉なんですかね。なんか実は、自分に持っていないものをお相手様が何か感じた場合もありますよと。ちょっと俯瞰して見てみてくださいって言ってますね。そうすることであなた様の、人間関係全般がすごく良くなりますよと。そしてあなた様自身その俯瞰して物事を見ている自分をオーダー出してますね。そうリラックス、その俯瞰してみるっていうのはやっぱりいろんなものを手放した上で自分を無条件で愛したりとかね、自分を大切に扱っているとすごく俯瞰して見れるようになってくるので、そういうことも伝えてきてくれていますね。結構この2つが出るってことはかなり苦しく自分をねジャッジしてることでもあるのでね、こうでなければいけないという思いをまずちょっと手放してみてくださいね。俯瞰して見れる自分が自分が望む生きやすい人間関係と感じている、そして嫌いな人からはすぐに離れられる自分、っていうのも望んでいます。そしてそうなれます。すごい。なんか今日も深いですね。いやーすごいすごい。次そこから来たじゃあ人間関係と来たら恋愛ですよね。今日も深いな。離れることって決して悪いことでもないし、その相手を嫌って思うことも悪いことじゃないんですよね。それを悪いことだとしてそれを自分を責めていることでジャッジしたりとか、悪いって思った自分って嫌な人間だって思ったりすることで自分を悪いって思うことは悪いことじゃなくて、自分がそういう感情になったことさえも責めてしまう、
ということが、自分をねいじめてる感じというかね、そこが自分をもっと大事にできてくると、そういう嫌だと思った自分、それでいいじゃないと、嫌なんだもんと、そこを認めてあげて、ちょっと俯瞰してね、一歩離れてみて、違う見方を一旦感じてみる。ああ、この人はもしかしたら私のこと羨ましいのかなとか、ああ、この人は、私にもっとこうなってほしかったのかなとかっていうことを今日伝えてきてくれているので、決して全てね嫌なこととかもやっとしたことっていうのはそれ自体も無駄じゃないので、どういう感情になってもあなた様はあなた様を認めてあげるというところを今感じるところにいらっしゃるっていう、そう他の誰かは関係ないとこの選択肢のを伝えてきてくれてるんですよね。そうです。すごい。はい、では恋愛もいきますね。じゃじゃん、2枚いきますね。そうね、自分を信じてくださいと。そうすることであなた様はと幸せな未来望んだオーダー入ってきます。このカードは恋愛のカードは、オーダーがあなた様はあなた様を信じれる恋愛がしたいんです。お相手を疑う心っていうのは、そもそも自分を信じてない時に出てくるんですよね。ですのでその感情も、自分で分かってらっしゃって、自分を信じて前に進んでいく、そして相思相愛、思われる、そういうところに進んでいく恋愛をオーダーしていますね。そして子供も望んでいらっしゃる方も多い。そして自分の子供さんも一緒に仲良くパートナーとしていきたいと望んでいる方もいる。そしてサプライズでねお花を送ってもらったりとか、そういうのも全部叶いますよと。そしてあなた様はそういうオーダーを出しているということでございます。そうね、すごいな。信じる。1枚もらいますね。こちらの方は、もちろん自分を愛するというところに今いらっしゃると思うんですけれども、男性性女性性の感じでいくと、男性性が強くて女性性頑張り屋さんなんですよね。本当に無意識かもしれないんですけども、ですので女性性が少し弱め、弱いことも決して悪いことでもなくて、男性性が強いのがいい悪いわけでもないですし、ただ、自分のエネルギーがね、満タンじゃない、エネルギーがないのに相手に尽くしていくと、自分がもう疲れちゃって、こんなにやってるのになんで相手からは愛がもらえないんだという感情になりやすいと伝えてきてくれていて、きっとそういう恋愛されていて、もっと自分を信じて相手を信じて、そういうエネルギーが枯渇しないような恋愛を求めていらっしゃる。オーダー出してますね。じゃあどうしたらそのエネルギー満タンになるのかって言ったら、やっぱり自分を大事にするセルフラブなんですよね。そして自分を信じていくところにいらっしゃる。無意識のうちにね我慢したり、自分が我慢すればいいやとか思っていたりとか、すると思うんですけれども、
女性性って受け取るっていう受容するとかね、ところが大事というか、受け取り下手になっているんですよね。全部に関して、お金も仕事も人間関係も、相手がどうとかよりは自分が受け取り下手のために起こっていることが多いですよと、今日こちらのカード伝えてきてくれていますね。ですので自分をチャージするっていうのが本当にそのエネルギー、自分の弱さを見せれないとかね、助けてって言えないとか、女性性、甘えるのが苦手だったりね、で行動で何とかしようとするようになってしまっているんだと思うんですよね。こう愛してると言ったりとか、連絡いっぱいしてとか、行動で相手を実はコントロールしようとしていたりとか、そうしているうちに自分はこんなにしてるのにって思っていくというところにいらっしゃる、恋愛でいけばね。それは人間関係にも動いていってるのかなまで伝わってるのかなとも思うんですけれども、あんまりそういう感じで自分のエネルギーない状態というかね、自分自身がセルフラブできてない、満たされていない状態でやると、本当に自分本来の力が全く出せずに、本当にエネルギーをみんなに与えていってる感じになってしまって、そしてお相手も実はあなたからエネルギーを奪われる感じがして、居心地が悪くなったりとかして、この手ちょっと離れてくれるみたいになっちゃったりするんですよ。ですので、まずは自分を信じるというオーダーを自分で出しているので、信じていける自分に今なっていきますよと伝えてきてくれているので、その現状から言ったら自分をね見てあげてください。自分の心を見てあげてください。周りの方関係ないです。こちらの選択肢が言ってますね。他の誰かは関係ない。あなた様の心があなた様を満たしていく。それが一番大事なことです。そしてそのために生まれてきました。私たちは誰かをね楽しませるためとか、幸せにするため、尊敬されるため、褒められるために生まれてきたわけではなくて、自分を楽しませて自分を幸せにしていくために生まれてきたので、そこを、今回のリーディングは伝えてきてくれているんですね。はい、ということで今日もなんだかとっても深い話になっちゃって、最後にご先祖様からもらっていきますね。1枚どうやったら、そう、あなたのいる世界はとても素敵な世界なんですよ、ね、みんなで楽しんでいきましょうっていう、お仕事に関してもそうなんですけれども、自分が望んだことは、このリーディングもそうなので、共同創造といってみんなで考えた周波数のところに一致して、知らないうちにあなた様が望んだものが誰かを介して、人を介したりとかね、物を介して、本だったり人だったり、何かテレビだったりもそうですけれども、YouTube もそうですね、何かを介して自分にメッセージを与えてくれています。それを伝えてきてくれていて、あなたの夢はみんなで叶えてくれますよ。あなた一人が頑張ることではないんですね。そう、あなた一人が、何が何でも自分で何とかしなきゃと思うことで、逆にこのみんなで何とかしようという集合体から外れていくんですね。逆にみんなが何とかしてくれると思っていいんですよということでございます。結構ね、瞑想とかしていくとインスピレーションが降りてきたりとかして、いやこれやっても無駄だよなとか、これやっても稼げないよなとか、
例えば思うんですよ、最初本当に。だけど、それを無駄だと思うところからもうちょっと進んで怖さがなくなる頃、また瞑想を進めたりとかしてって自分らしくなっていくその段階でやってみようって思える時が来たりします。そこまで持っていくにも自分に余計な思考がない時なんですよね。でその余計な思考がない状態で自分のインスピレーションを無駄かもしれないと前は思って行動しなかったことをしていくと、いろんなものがつながって自分が望んでいる未来が、宇宙のオーダーに出しているオーダーが、いつの間にか周波数があって、自分がそんなに頑張らなくても、寝ずに、働くとか頑張らなくてもいろんなものが集まってきて、あなたの未来は楽しく叶っていきますよと、みんなで叶えていってるんですよっていう、なんとか自分一人でしなきゃっていう観念みたいなものを捨てていきましょうと、手放していきましょう。あなた様に必要なのは手放しと自分を愛することでございます。この2枚が結構強烈に入ってきているので、意識してみてはいかがかなと思います。意味不明だったら本当に申し訳ありません。大丈夫ですかね。みんなで叶えていきましょうね、意味が。そう、周波数が同じ人が集まってくるという意味でもあります。はい、グレイラビットさんのリーディング以上でございました。何か少しでもお役に立てればと思います。今日も、皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。ここからの時間も安心して、過ごしていただければなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いできることも楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。はい、それではブラウンラビットさんのリーディングしていきたいと思います。あなた様が知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということで、まずは現在の状況から見ていきますね。はい、では現在の状況をこちらのムーンオラクルのカードで2枚もらえます。もう一度お願いします。はい、こちらタララン。はい、もう1枚ください。そうか、重いですね。読んでいきますね。ちょっと背負っているものが重くて疲れているんですね。今現在はね、すごくいろんなものを抱えていらっしゃって、そうしなければいけないというメッセージ。何をするにも私はこれをしなければいけないという言葉で縛っている。そんなところにいらっしゃるようですね。もしくはそこから今抜け出してきたという方もいらっしゃいますね。自分のことよりも他人の周りの方のことを優先してらっしゃる方が多いようで、そしてもう自分でももういいんじゃないかって思っていらっしゃる方も多いかもしれないですね。こちらもね逆で来たんですけども、結構同じようなメッセージなんですけれども、自分の心の声を忘れてしまっている感じで入ってきますね。
結構体に不調をきたしているっていう方もいらっしゃるかなと思いますね。今回はこちらのセルフラブのカードを逆位置で別の選択肢でも出てきてたんですけど、今回こちらの方は体の調子がもう悪くなってきている方もいるかな。生理不順だったり、閉経を迎えそうな方もそうですし、もともと子宮筋腫とかね、子宮とかあったりと、子宮はあるね、子宮筋腫とか内膜症とかをお持ちの方とか、生理のが順調じゃなかったり、それが前より、ひどくなってきている。夜眠れない方もいらっしゃるようで、結構考えすぎている、感じが入ってきますね、現状は。そうではここから、知らず知らずのうちに宇宙にオーダーした未来ということで、仕事、お金、人間関係、恋愛で見ていきたいと思います。今日はスフィオラクルカード、今日最近こちらのカードがめちゃめちゃキレッキレなので使っています。仕事2枚ください。やっぱりこちら先ほども出てきているので、似ている方が見ているかもしれない。では仕事から読んでいきます。あなた様は望んでいること、めちゃめちゃ結婚って入ってきましたけど、結婚したいですかね。なんかパートナーというか、パートナー欲しいのはもちろんいるかもしれないですけども、欲しいのはもちろんだけども、もっとそれを飛び越えて結婚したいっていうメッセージが結構強いですね。仕事なのになんだろう、逃れたいんですね、今の状況からね。そっかそっか、そういう時もありますよね。結構心の中が雨模様ですね。ちょっとこれはスフィだけではなく秘伝オラクルで1枚もらいますね。仕事で出したオーダーはもうあなた様の英知、今まで学んできたこと、結構勉強熱心だったりして、もういっぱいもう学び尽くしてましたよっていうのもあるのかもしれないですね、こちらのカードね。たくさん学んできた、資格を取ったり本読んだり、学び好き、そして経験好き、それを今から解放して出してアウトプットですね、出していく時期に入っていくんだそうです。そしてそれを望んでいる。今まで誰と比べてるかにもよるんですけども、なんか自分の中でなんで私こんなにいっぱい経験してるんだろうというかね、例えば結婚生活であっても波風立たずにね、結婚生活、波風は少しはあるのかもしれないですけども、離婚と結婚を繰り返したりとかもそうですし、パートナーを何回変えても一緒だったり、同じような恋愛してしまうとかもそうですし、自分では変わったつもりでもいろんなことが、仕事でもそうですね、なんか望んだ仕事だと思って会社に入ったけれども、またなんか人間関係でとか、金銭的にとか、ブラック企業だったとか、例えばね、そういういろんななんか話すとキリがないくらい、なんか私の人生ってめっちゃ波乱万丈みたいなのあったと思うんですよね。あった方が結構多いのかなと思います。そういう方が、実はあなた様のオーダーっていうのは、その経験をもとに誰かに何かを伝えていくといったような仕事をオーダーしてますね。
ですのでこうやって YouTube もそうですし、ブログ書いたり本書いたり作家になられる方とか、あとはそれによっての絵を描かれる方とか、占い師になったりとかね、なんかそう今までの経験ってこのためか無駄じゃないんだなやっぱりって思うような、自分に入っている英知、こう知らず知らずのうちに貯蓄してきた知識が、全部活用できるような仕事を望んでいらっしゃる。そしてそれが叶う状態に今入ってくるということでございます。この木はすぐに種を植えてもすぐにこう大きくなるわけではなくて、もうこのあなた様のその英知、知恵や知識は大きくなって光り輝いている状態でございます。あとはあなた様が自分とつながる、私が言う宇宙視点の自分と肉体を持っている自分、肉体の自分、それがつながって時に全部が花開く、そういうもうすでにもうそういったオーダーを出してるんですね。ですので今まで、結構ね波風のある辛いお仕事経験とか、努力しても忍耐、泣いた日もあれば、上司から言われた言葉で傷ついた時もあれば、そんなこともあったかもしれないんですけど、その度に、新しくね願望を宇宙に放って、今その宇宙に放ったものが全て、叶うところまで来ていると。ただもう少し宇宙とつながる自分っていう宇宙視点の自分とつながる、ハイヤーセルフとかも言いますけどもね、そういったものとつながる、そういったところとつながっていくものを、求めていくことでパッて180度人生が変わったような感覚を得るでしょうということでございます。ですので、仕事のオーダーとしてはそうですね、なんだろう、何していく？もう一枚秘伝ください。今いる部署の今いらっしゃる現時点でのトップ2番手のようなね、補佐役でもありトップにも変わるような、部長で言ったら部長みたいな、会社で言ったらそんな感じですかね。あとは起業されてた方がいたらもう一つ、副サブでもう一つ仕事、そっちの方が本業になっていく可能性が強いですよとも来てますね。あと個人、サロンとか開きたい方であれば個人で一旦やってみるという選択肢が目に見えてくる。あと工場とかでもねリーダーになったりとか、自由を望んでいる方であれば、結構本当は自由をねめちゃめちゃ望んでいるので、そういったことを模索する時期に入っていますね。何の制限もしなければあなた様は本当は何をやりたいですかと。時間も自由、お金も自由、そういう世界を望んでいると、好きな人だけと付き合って好きなことをして生きていく、そんな世界があなた様はお似合いですよというかね、もうオーダーされて叶っていますよっていうお似合いですね。ただ今現状だけ見ていくとかなり荷物が多い、手放していくものが多い、そして
そうですね。そそう、自分をね愛することもそうですよね。周りの意見に左右されているということもちょっと大きいかなと思うんですよね。自分は自分であっていいっていう、先ほどねそういうメッセージカード来てたんですよね。グレーさんも見てもいいかもしれないですね。同じ感じでもあるので、これも同じく出てたし、これも同じく出てた、ですよね。グレーさんと結構似ているかもしれないですね。今回こちらの選択肢のカードはビジュアライズ、もう視覚化、夢のビジョンがもうイメージすることで叶っていきますよと。夢は感情となり知識になり現実になる。すごいですよね。それは、仕事的に言うと行動で何とかするというよりは、本当に今まで入ってきた知識、知恵、自分に入ってきたものがもうすでに叶ってあるので、たくさん持ってらっしゃるので、もうこれ以上勉強することよりも今持っているもので活用して生きていきましょうっていう、活用できることをオーダーしてるんですね。ここから何か学んでというよりは、たくさん学んできましたよねっていう感じでございますね。そのためにも本当に瞑想することで、早まりますよとも言っています。瞑想ってこう聞くと本当になんかね、こうスピスピしてて嫌だとかいろいろ思う方もいるかもしれないですし、私ももう瞑想なんて絶対しない何の意味があるんだぐらいに思ってた方だったんですよね。ですけれども、本当に変わりたいと思った時に朝晩15分6ヶ月間ぐらい本気で、それは寝ながらでもね、寝起きでもいいんですけども、本当にいろんな音源聞いて瞑想して、そこから人生がだいぶ変わったので、特にこういうふうにね、頑張り屋さんでいろいろなものを持って自分を愛せてないという方は、今一度ですね、自分にどれだけ余計な思考があるのかっていうのを感じてほしいようですね、こちらの方。その余計な思考が取り払われていった先に、こういった叶う未来っていうのが、周波数が、オーダーしたものが宅配ボックスに入っていて、その宅配ボックスの暗証番号が合う感じなんですよね。今回ね、その自分でやりたいことを、見ている方たくさんいるので、何かというのは明確にはここでは言えないんですけれども、その叶った先の叶っているその未来はあるんですよ、本当に。だけど自分がね、その余計な思考でとかエゴの声でできないよどうせとかね、打ち消してるのも自分だっていうことをこちらのカードたちが伝えてきてくれています。いろんなことね、自分の可能性を信じてあげましょうっていうところなんですよね。そうですね。そういうことでこのお金の流れとかもね、3枚できてきちゃったのでね。これはなんか多分ホワイトラビなんか結構今日かぶってる感じがあるんですけど、お金の流れ、今回はお金の流れでいくと、まずここからいこうか。あなた様はもう生まれ持ってスペシャルな自分なんですよと。今までも思ったことは叶ってきたんじゃないですかね、割と。そんなに振り返ればね、これは
なんか引き寄せの法則ってこう願って願って願って叶ったイエーイって思うかもしれないんですけど、知らず知らずのうちに実際オーダー出してることが多くって、その、私で言えばね、掃除機欲しいなと思ったら携帯買い替えた時に掃除機もらったとかね、そういうのも、振り返れば1年後ぐらいに6万ぐらいの掃除機もらったんですよね。例えばそういうのもこうお金じゃないと引き寄せじゃないっていうかねと思っている方とかもいるかもしれないんですけど、例えばそういう実際いろいろ振り返ると叶ってますよねっていうのもこちらの方はあるな。そして決してお金の流れ悪くないんですよね。ただちょっともっと欲しいって思う気持ちが強いみたいな感じです。今ここに、満足する発言、感謝を少し心がけることで、あなた様は、今ね普通にご飯が食べれてる、外食できてる、飲みにも行けてる、カフェにも行けてる、それができていないとすれば、お風呂に入れてる、お布団に寝れてる、水が出てきてる水道から、そういう当たり前なんだけれどもって思ってるんだけれども、明日地震が来たら使えないものとかね、少し現状、そこは現状でいいんですけど、そこは今あるものに対しての、感謝の心、感謝の気持ちを、夜ね少し夜寝る時にまず笑顔になってください。ニコッと口角上げて、そこは無理してもいいです。笑顔になれない日もあるかもしれないんですけど、笑顔になろうとしてなってみてくださいと今日伝えてきてるので、ちょっと笑顔になって今日生きてたこと、今日したことの中で感謝できること、お布団に寝れてることを、私って恵まれてるなという感覚で寝てみてくださいというメッセージです。例えばお金の周りとかも決して悪くないので循環されてるんですよね、実は。だけれどももっと欲しいもっと欲しいっていう思いが強いので、逆に途方に暮れてるというかね、なんかまだ来てないとか、そういういろんな引き寄せを学びすぎてお疲れの部分もあるのかもしれないですね。そういう感じで入ってきます。悪くないので、本当に流れが悪くない方なので、いろいろするよりも今ここあるものに感謝するという原点に立ち返ってみましょうっていうメッセージですね、こちらの方は。そして結構こちらのカードもね、夢のビジョンがもうイメージできたものは叶ってますよっていうカードなので、思ってる以上に叶ってる方でもあるし、叶える少し周波数を変えれば叶う。そして自分を愛する、重荷を手放す、というところですね。はい、お金ですね。次はじゃあそこから来るね、お金ときたら仕事、仕事ときたら仕事じゃなくてもね、専業主婦の方であってもお金はどんどん望んでいいですし、その望むというところにね、なんかお金、こちらのカードが、専業主婦であっても働いてない方であってもお金は存分に望んでいいんですよっていうメッセージできたんですね。手は与えてもらうことは可能なんですよと。まず方法としては、先ほど言った今あることに感謝なんですけれども、
例えばなかなかこの味わうっていうのが結構、例えば5,000円のランチ食べに行って5,000円って高いですよね。普通に1,000円くらいだとして、いつものランチがどんな感情を持つのかっていう、そういう感情とかね、味わうっていうのはそういう感じなんですけど、とか例えば毎日1万円使う空想の中でね、そしたらこれ買ったらどんな気持ちになるんだろうっていうのを楽しんでやってみる。その感情を味わうって結構難しい。最初本当にお金使ってないとそんな感情って出るのかなって思うと思うんですけど、その感情をねちょっと味わうような経験、働いてないともらえないんじゃなくて、働いてなくても例えば週何回か自分の好きなことをして、生きていける、ちゃんと好きな分お金が入ってくる、何十万お金が入ってくるって望んでもいいんですよと。その労働しないとお金が入ってこないっていうところから視点をちょっと変えてみてくださいとも伝えてきてくれてますね、今回は。そうそう。労働イコール忍耐努力もイコールじゃないですし、労働イコール稼ぐイコール労働、肉体労働とかね、出社したりとかするその労働もイコールじゃないですよと。そういうなので専業主婦だからお金はもらえないって思う必要もないですし、最初はお金じゃなくてもね、割引券とか、クーポンとか来るかもしれないんですけど、そういうちょっとだけ視点をずらしてね、フォーカスずらしてみましょうっていう風に来てますね。はい、次。じゃあ私がそこからの人間関係ですねって言っちゃったのでちょっとおかしくなっちゃったんですけど、イコールじゃないので、どんなことをもう制限かけずに臨んでもいいですし、もう宇宙にはいろんな今まで嫌だなって思った時に放たれたオーダーっていうのは届いていますよということですよね。はい、そこから人間関係、どれどれ。ちょっと上にあげようか。人間関係ね。入ってるかな。入ってるね。人間関係。もう一枚。なんかそんなにこの一枚だと辛さとかなさそうですけどね。そうですね、両方そんなに苦しさとか辛さとか伝わってきてないですけども、こっちはでも自分の思い通りにしたい思いっていうかね、知らず知らずに人をコントロールしたいという思いが今回言われてますね。そのことでちょっとなんか楽しめない自分がいたりとか、例えば自分が好きなものを相手にも好きになってもらいたいから相手がやってることになんか言いたくなったりとかね、それよりさみたいな感じで言っちゃったりとか、あと頑張ってる姿を見てその無理してる感じがとかをなんか自分の方に来たらもっと楽なのにってコントロールしたいみたいな感じとか、
が今入ってきたんですけど、違ったらスルーしてください。なんかそこを、相手には相手のね、その宅配ボックスがあって、一人一宇宙ってよく言うんですけど、自分の望む世界は自分だけなんですよね。その相手のことをコントロールできるという概念さえ捨てた方がいいという感じのメッセージですね。そこを超えたところでお互い叶える力があるよね、やりたいことやることが可能だよね、その中での楽しんでいく、そこの溢れたところというかね、お互いそう持ってるんだけども、そこが周波数が一緒の人がまたそういうふうに思ってる人間同士が集まって、周波数が同じ人が集まって楽しんでいく。ですのでやっぱりお金持ちの人とお金持ちの人が会うとかね、よく聞く話じゃないかなと思うんですよね。ですので恋愛で悩んでる人には恋愛で悩んでる人が来るし、近くにね、とかで、その周波数を変えたければそこからあなた自身は離れることも可能ですよと。これは仕事関係だけじゃなくてお友達のことも言ってますね。なんか相手から、恋愛の相談とか受けて一緒に周波数を下げるよりは、その話私聞きたくないなと思ったら、今日会えないなと、離れてもいいんですよというようなニュアンスですね。そう、あなたは高い視点からいろんなものを見れるようにもなるっていうオーダーをしてるんですね。もうそういうオーダーをしているので、今その変わっていくところにいらっしゃる方が多くって、こう望まない現実に対して自分が、立ち向かわなくてもいいんだっていうところにいらっしゃる。そしてその俯瞰して見ている自分っていうのをとても気に入ってらっしゃるというオーダー、すごく気に入ってる自分と巡り会えたっていう感触が私に伝わってきているので、多分今こういろんなことがあって変わっていかれるんですよね。一つずつこう落としていくというかね、こんなにこれある意味ちょっと雑草みたいな感じじゃないですか。それが花に変わっていくっていうかね、そういうところにもいらっしゃると思うんですし、それがじゃあ人間関係ね、これ結構恋愛にも言えることだったりもしますからね。じゃあ次恋愛で見ていきますね。もう出会ってらっしゃるかもしれないんですけども、本当にね、過去世からの一緒にいた方との巡り合いを求めていますね。そう自分こちらの方表になるんだね。結構いろんな方からアピールはあるけれども、自分が好きになる人が欲しいって言ってますね。自分の心を差し出せる人じゃないですけど、そうですね、そういう感じ。それこそこれは多分ツインとかそういう意味でもあるんですけど、過去性ってでもソウルメイトもそうなんですけど、そういうところでいろいろ考えてる方もいるけど、実はその概念を変えたところで自分の心を差し出せる人というところですので、結構カードの出方が自分の魂と向き合わされてる感じがめちゃめちゃ伝わってくるんですけど、俯瞰してとかね、専業主婦であってもは結婚してるからだけど、
そっかそっか。お金の面でいくと、自立ということもオーダー出してますね。専業主婦だからお金がどうのこうのっていうことではなく、パートされている方であっても誰かに、親とかパートナーに援助してもらっている方であっても、自立というところをめちゃめちゃオーダーしてるってことなんですもんね。結構ね、そのツイン的な概念ってもですね、そう自立を流されているところがあって、その概念があるかないかも飛び越えたところでね、その過去世の方であった方とまた巡り合うっていうのは、自分の魂をもう一歩ステージアップさせるために出会っている、自分と向き合わせてくれるために出会っている。そして、自分の周波数に合う人を求めているというオーダーを出しています。じゃあもう一枚恋愛。そっか。そのワンステージ上がったところのお相手を求めているようなイメージで入ってくるので、その先にある恋愛っていうのが本当にお相手にね、もう好かれてしょうがないみたいなそんなイメージで入ってきますね。あなた様が望む恋愛は、もうオーダーにね、容姿、してくれるサプライズ、サプライズ嫌いな人もいるかもしれないから、自分で望む誕生日はこうでとか、それも含めて、そのいろんなことが今度その魂と向き合わされていく上で、お相手様にしてほしいこともね、またちょっと変わってきて、誕生日はこれをやってもらわなければいけないとか、例えばSNS 見てみんながこうやって祝ってもらってお花もらってるのに、なんで私はもらえないんだろうとかっていうところと向き合っている方もいるかもしれないしね。普通ってないんだよみたいなことを結構メッセージ的に、普通って自分で決めてるんだよみたいな、失礼しました。それも、その今魂と向き合っている時点で、自分でオーダーを出して自分がそれ以上の恋愛を望んでいる、ステージが上がったところの恋愛を望んでいる、それが知らず知らずのうちにオーダーした未来、その普通という概念を超えたところで、あなた様が過去世からで出会った方と再会して恋愛をしていくというオーダーです。その叶った先にはすごく幸せな未来がもう待っている、見えていますね。そうですので今、ここからどうしたらじゃあもっと楽に自分のオーダー叶っていくのかという、見えてくる。これまた多分ね、グレーさんと似てるんだわ。出た、これも確かじゃなくて出ました。グレーラビットさんと一緒だ。なのでなんかわかんないけどもう一枚出しますそうネクストなんですよ。もう違うステージ、今いる自分、今現在目に見えてる自分っていうのはね、昨日までと言ってもいいかな、今見ている時点までのあなた様が出した感情や思考が現実化されています。ですので、今日から私ね、すごくいろんなものを持ってたんだな、自分を愛せてなかったのかもしれない、ちょっと自分に目をやってみようと思った時点からもう未来は変わっていきますからね。そしたらいろんな方と、もう一回、メッセージください。ちょっと途切れちゃいました、すいません。その未来、今感じた、新しく感じる、今日から感じる感情が次の世界を作っていた時に、あなた様は素晴らしい世界、もう花が咲いてね、パートナーとラブしている世界とかね、お金もどれだけ望んでも、周波数を変えれば自分が望んだ分だけお金が回ってくる。
豊かさがあふれてくる、そんなところに、到達できると伝えてきてくれています。お仕事もね、結構もう自分に学んできた英知、自分のその知識とか知恵とかがねいっぱい入っているので、それを活用したところで花開いていく、無理をせずとも、そのためにはその人間関係も含めてね、俯瞰してみるということ、で無理をしないということ、もういっぱい頑張ってきたし、頑張ってるんですよ本当に。もうあといいですよって言ってるので、自分のね感情、出てきた感情を大切に味わって、一つ一つあなた様があなた様の執事になっていろんなことを叶えていってあげる。これ食べたいな、これしてみたいな、そして愛していくことによって、望んだ夢のビジョン、イメージ、もっともっと拡大していくかもしれないです。今までも十分に宇宙に放ってきては知らず知らずのうちにねかもしれないんですけども、今度は、本当に自分を愛した先にある自分の未来をイメージできる、もっと広い感覚で、もっと視野を広げて、もっと制限なく感じる、夢を、叶えていくことができるというふうに伝えてきてくれてますね。いやー、今日のリーディングも深いということで、ブラウンラビットさんのリーディング以上になります。今日も本当にちょっと奥深いリーディング、長かったのかな、なんか熱くなった私がいました。とてもありがとうございます。私自身がすごくなんか過去の自分も癒せたような感覚になりましたね。ありがとうございます。本当に、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。何か少しでもお役に立てればと思います。今日もね、皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。ここからの時間も安心して楽しく過ごされてくださいませ。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。すいません、なんか、撮り方がカメラがめちゃめちゃ動いていてすごくずれていましたね。申し訳ありませんでした。かなり熱いメッセージだったのでこのまま動画上げさせていただきます。すごく不快に思った方はスルーしてください。本当にありがとうございます。さようなら。